ハロー YouTube。今回は ZC33S Swift スポーツに取り付けましたパーツで、キオピー的に良かったと思うものを5点ほどご紹介したいと思います。チューニングなど、車に求める性能の考え方は人それぞれ違うかと存じますが、これから Swift スポーツをいじろうと考えている方に少しでも参考になれば嬉しく存じます。さあ何が選ばれるでしょうか。では、スタート。早速ですが、第1位。横浜アドバンネオバ 21540R17 と典型 TFM1 17インチ 7.5T プラス48のタイヤホイールセットが選ばれました。とにかくグリップが上がったことによる安心感と操舵性や意外にも乗り心地が良くなったと感じたこと、平均燃費も純正タイヤの 13.6km から 12.3km とそれほど悪くなっていないという点です。何よりユイッテが5万円だったことが今回の1位選出に大きく影響しました。タイヤは唯一車体と路面が触れている部分です。チューニングにおいて最も重要であるということは言うまでもありません。大外1機も鼻差及ばず、惜しくも2着。HKS ハイパーマックス MAX4ST です。マネレートはフロント 8kg リア 5kg と固めのセッティングで乗り心地という面では悪いと言わざるを得ませんが、個人的にはアドバンネオバとのセットによりかなり安定してよく曲がります。軽く攻めてもフロントが流れたりリアが唐突に出て怖いと思うようなことは少ないかというふうに思いますのような気がします。ですがユイッテの不満が大きいため今回は2番手評価に甘んじる結果となりました。1位と2位はおそらく誰もが想像しうる結果だったのではないでしょうか。第3位。なんと大橋産業前後録画ドライブレコーダーミラーバルーチェです。前後を録画してくれるのはもちろん、デジタルミラーとして夜間でも明るく後方の視界を高画質で、しかも広範囲で確認できるところが良かったです。今度は360度カメラの導入を検討しております。第4位。クスコタワーブレースリアトランクバープラスです。純正の足回りの時に導入したのですが、その際まるでマネレートを上げたかのようなハンドリングに変わったように感じました。リアの粘りによる安心感はかなり上がりました。ですが、トランク周りの剛性が上がったことで、他の場所に負荷が逃げてしまって、負担をかけてしまっている可能性があるかもしれないということは、否めません。さあ気になる第5位は、まさかの、パイオニア、カロッツェリア、タワードサブウーファー、PSWH500A です。マフラーでもエアクリでもなく、サブウーファーがランクインするという大波乱の展開となりました。HVT 方式というのが採用されていて、かなり薄型でもしっかりと低音が効いています。シート下に放り込んで場所を取りません。アップテンポな音楽をドスドスさせると運転が楽しくなり、気持ちだけはプラス5馬力といった感じです。いかがだったでしょうか。以上が2021年 Swift スポーツにつけて良かったパーツ5選でした。当初は極力安く済ませて純正っぽいのに速い車作りというコンセプトから給排気系、ブーストアップや合成アップから始めましたが、結局タイヤホイールと車高調を入れることになり、実際その方が速くて運転するのが楽しい車になりました。以上反省点を踏まえて今回の結果になったかと存じます。以上です。もし万が一億が一超が一気に入っていただけましたらチャンネル登録および高評価をお願いいたします。